回は、総集編ではないけどメインのリビングとキッチンのところが出来上がったっていう感じで、ここまでの期間、私が YouTube を始めたのが判決が出た9月5日くらいからだったのかな、もう初日に動画撮ってた。そうだね。でそれから約3ヶ月間かけてこのお家をだんだん綺麗にしていくっていう感じで、ようやくリビングとキッチンが完成したっていう感じになりました。いや俺は最初のこの家の悲惨な状況を見てないけどさ、やばかったでしょ。いやもうね、残地物がすごくて、何年放置したのかわからない異臭だったりとかして、でもこの家借りるしかもうないからなんとかなるんじゃないと思って私が先に契約したんですけど、やっぱりなんとかなるっていう感じではなくて、いろんな人に手伝ってもらって本当になんとか頑張ってここまで来たっていう感じですね。そうだね、だいぶ雰囲気変わったよね、最初の頃と比べるとさ。そうだね。あとはこのチャンネルを開設した理由は逮捕されたことを、みんなに知らせたかったっていうのもあるし、財産を全額没収されてしまったから、どうやって生活していくのか、どのように立ち直っていくのかっていうのをこのチャンネルを通して記録として残したかったっていうのがあって、それが一番のメインになるんですね。なのでDIY っていうのがメインではなくて、私たちがどのように財産を没収されて立ち直っていく、どうやって元の生活に戻っていくのかっていうのをメインに見てもらえたらいいなと思って開設したチャンネルになるので、だからDIY が参考になるのかはわからないんだけどでもなってる人もいるんじゃない？そうだね。廃材を使ったりジモティーとかで安く購入したり、新しいものをなるべく使わずに綺麗にどうやって見せていくかっていうのを頑張ってやっていってるので、そこら辺は他の方と違うのかなって思います。なんで室内でこれとかガビオンやってんだって思う人もいるけどね。そうだね。これガビオンって言うんだけど、ガビオンって外で使う石をたくさん入れて、それで塀の代わりにしたりするものなんだけど、なんでこれ室内でガビオン作ってんのってなるけど、やっぱり面白いかなと思って。他に誰もやってないじゃん。だから他に誰もやってないインテリアとか、ここでこれ使うっていうものを使ってインテリアを作ったりするのって面白いなと思って私はやりました。ガビオンの中に本当は石を入れたかったんだけどやっぱりね、ボロボロのお家で床はもうすごく脆いから、多分これに全部石を入れてしまったら床が抜けてしまうかなって思って竹を入れました。その上に一枚板もジモティーで譲ってもらったものになりますね。それをバンと置いて生活の一番ど真ん中になる部分ですね。でも意外と安定してるもんね。いやすごいね。この一枚板がものすごく重くて結構存在感がバリバリ出てると思います。やっと生活はしやすくなったよね。あんなとこでさ、カセットコンロで豆苗を切ってさ、そうやってたじゃん。そうだよね。取材が来た時も本当に穴が開いた状態で取材に来ていただいて、穴が開いてるのでエアコンも効かずに、お風呂もあんなお風呂も砕けたやつの1階の上でシャワー浴びたりね。そうね、お風呂も入れずに過ごしていたわけなんですが、それがなんとこんな風になりました自分たちでもう我ながらすごいなと思うんですよ。冷蔵庫なんかは前住んでたタワマンから持ってきたものなのでかなり大きめにはなると思うんですけど、それに合わせて置く場所なんかも作っていたので結構馴染んでる感じだよね。そんな感じで
はい、私たちはここを拠点に、7000万近くを没収されたわけなんですけど、私は最速で取り戻したいと思ってるので、温かく見守ってくれたら嬉しいかなと思っております。まあそれが私は一番の目標なので、はい、そうです。DIY のチャンネルとして見てもらうんではなくて、どうやってお金を取り戻していくんだろうっていう風に見てくれたら一番嬉しいかなと思います。そうね。はい。これどうなるね。取り戻していってる額をさ、カウントダウンしてる。まあね、やりたいことがすごくたくさんあって、こうやってみんなに公開することで収益が発生していくのかなって思ってるので、そういうところを公開したり、まあ、あとは私たちはポルノハブで稼いでるのがメインなので、そこはどのぐらい稼げているのかなとか、あと新しいビジネスを始めた時にどんなビジネスをやるのかとか、そういうのを全部公開していけたらいいかなって思ってるので、もし興味があるんだったらぜひチャンネル登録お願いします。お願いします。はい。いいねもお願いします。はい。完成？お部屋がやっと完成しました。めっちゃ時間。わーい。めっちゃ時間かかったよね。3ヶ月はかかってないか。2ヶ月ぐらいかかったのかな。そうだね。本当は3週間ぐらいで完成させようかなって思ったんだけど、想定外の全然できてないじゃんとかね、素材を分かってないから思ったよりも時間がかかったり、やり方分かってない分時間がかかってしまいました。そうだね。はい。でもここが穴開いてた時と比べたらだいぶ様変わりした。そうだね。まだまだ直す部分はたくさんあると思うんだけど、まあとりあえずは暖かいお家になりました。キッチンもいただいたキッチンを再利用して可愛い感じにつけてもらって、このねカウンターテーブルも自分たちの考えで作りました。今回の部屋の一番のこだわりポイントはバーチカルブラインド。やっぱり窓が、このお家は天井が低くてちっちゃいので窓がすごくチープなんですよね。だからそれを隠すためにこのバーチカルブラインドをつけて、天井がすごい高く見えるように工夫しました。確かにこれ入れてからだいぶ部屋の雰囲気変わった。そうで、やっぱり予算的にバーチカルブラインドって高いんだよね。ここはお金を削らずにちょっとお金をかけて DIY しました。だけどちょっと失敗した部分もあって、冷蔵庫の方にバーチカルブラインドのこう調整する位置とかやってしまったり、あとはなんかね、思ったよりも長いやつを注文しちゃったりしてすごい大変だったんだけど、なんとか綺麗に設置することができました。そうだね。次はどこをリフォームしていく？次はここが一番生活のメインのキッチンとリビングになるんですけど、次は今寝室にしてる和室のお部屋、あとは、お風呂、この2つを重点的にやっていこうかなっていう感じ。2階はもう結構なんだろうな、クローゼットっていう感じな風に使うから、まあ本当に見せる綺麗な DIY というよりはお掃除して
使えればいいかなっていう感じっていう感じだよね。あとはなんかこだわったポイントは、廃材をうまく利用して可愛い感じに作るのと、あとは木の温かみがあるお部屋にしたかったから、ジモティーとかで一枚板を購入したり、あとはまあね、いい感じにオイルステインで塗って廃材をきれいに見せるようにしたりはしました。この、椅子もジモティーで1000円で譲ってもらったやつで、この上にある丸い照明もジモティーで500円で譲ってもらったものになりますね。キッチンはもう本当に0円でファンの方が譲ってくれたものになります。そことあんまお金かけずにいや本できたんじゃない？当にそう。やっぱ今回のテーマがお金をかけずにどこまで綺麗にやっていけるかっていうのが一番のテーマだったからいいんじゃないかな。結局天井と壁も7900円ぐらいの漆喰を2ケースぐらいで積みました。バーチカルブラインドはキッチンとリビングの2つで6万円しました。そうだけどやっぱり廃材とか、ジモティーとかを活用したおかげでそこにお金をかけることができたし、いい空間になったんじゃないかなって思います。はい、ご協力いただいた皆さんありがとうございます。本当にありがとうございます。だってお手伝いしてくれる方を募ったけど、まさか本当に来てくれるとは思ってなかったし、本当はなんかインスタでももっともっとたくさんメッセージくれた方いるんですけど、やっぱり遠かったり時間の関係とかでお手伝いに来れなくてすみませんって言ってくれる方もいて、本当になんかそうやって支えてくれる方たちがたくさんいるから今の私がいるんだなって思って、すごい感謝でいっぱいです。ありがとうございます。今後もリフォームしていくので。そうですね。今後は一番のポイントはやっぱりお風呂。今お風呂をすごくかっこよくしてる状態なので、リフォームの状況とか、今後はお風呂や和室を重点的に投稿する形になるかなって思います。ぜひ見てください。軽いルームツアー。こっちが一枚板とガビオンを使って作ったカウンターテーブルで、これがジモティーでもらった1000円の椅子で、こっちがジモティーでもらった500円の照明で、これはテムで買った安い照明にセールですごい安く購入できました。で、こっちがいいですね。で、こんな感じでワンちゃんしたりして、これは畳になっていて、こんがりこんな感じでやりたい感じで畳みますか。こうやって一人にしまってくつろげるような感じになってて、これもこの部屋の大きさに合わせて組みました。これは何？これはこっちは IKEA で購入した1900円の照明になります。こっちも安くて、このね、一枚板はこれをね、メルカリで購入しました。で、下のやつはただ普通なんですよ。これも100円で買いました。これをこう合わせてめちゃくちゃお気に入りです。すごい高そうに見えるんだけど、これ全部で1万円ぐらいで、やっぱり一番のポイントはこの
ステインを持って作りました。で、キッチンの天板はファンの方からいただいたキッチンの天板になります。で、ここね、ボロボロの壁の部分だったので、配線とかすごいたくさんあったので、それを隠すためにこう苔のシートを貼ってみて、この苔のシートもこれ全部で5000円ぐらいだったのかな。まあほこりが出てきたらまたこうピッと取ってピッと変えられるのでいいのかなと思います。全部でいくらかかりましたか？リフォーム会社さんお金はぶっちゃけ額？ぶっちゃけ額ぶっちゃけ額だったら